どうもありです。今回は砥石について、その砥石の中でもマグネシア製法という砥石についてお話しします。今回そのマグネシア砥石いくつか用意しました。それが歯の黒膜、合剣、新たでマイドという砥石です。これらすべてマグネシアなんですが、同じマグネシアでも全然違います。なので今回はその特徴だったり、そもそもマグネシアとは何か、そして鋼材とのね、包丁との相性というのもお話ししていきます。はい、では行きます。まずそもそもマグネシア製法とは、このマグネシア製法の他に、ビトリファイドとかレジノイドとか、で、今回のマグネシア、大きく分けてこの3つの分類があります。これら簡単に言うと、まずビトリファイドというのは略してビトと言ったりするんですが、このビトっていうのは本当一般的にホームセンターとかにある砥石も大体このビトで、高温で焼き固めた砥石です。で、レジンとかって略されるレジノイドですね。レジンっていうのはその樹脂をね、低温焼成、樹脂をベースにした柔らかい砥石です。で、今回のマグネシア。マグネシア製法っていうのはそのセメント系の結合剤を塗料と混ぜ常温乾燥で練り固めたものです。今の常温乾燥というのがちょっと肝になってくるので覚えておいてください。はい、今言ったこの3つが製法の違いなんですが、この3つの製法の見分け方。これね、砥石買ったことある人わかると思うんですけど、パッケージにも説明書にも書いてないんですよ。何々製法って。だからね、買う側ってわかんないんですよね。稀にね、すごい親切なとこは書いてくれてたりするんですけど、ほとんど書いてないとこばっかです。これはね、僕全ての砥石に書いてほしいなっていうね、願いがあるんですが、書いてないんですよ。なんですけど、その見分け方というのがあります。それが実際にこのやり方なんですが、まずビトリファイド製法からこれ見ててくださいね。やり方として、まず指でこういう感じで持ちます。こうね、握ってると分かりにくいので、こういう感じでぶら下げてください。で、この状態で爪でこう叩いてください。この音。まずこれがビトリファイド。では次、レジノイド。いきます。なんかこのプラスチックを叩いてるような鈍い音ですよね。では次、このマグネシア。はい、という感じなんですが、思った方いると思います。最初のビトリファイドと今の音、ほとんどね、似てるような感じなんです、音は。なので、このビトとマグネシアっていうのはちょっとこれだけじゃ判断しづらくて、でも間違いないのは、ビトリファイド製法って吸水時間が必要な砥石で、水をめっちゃ吸うんです。だから水に入れたら泡が出たりとか、あと表面こういう感じで触ったら、これザラザラというかサラサラというか、そういうイメージです。でもマグネシアっていうのは、水を吸わない砥石なので、表面に水かけたりしたら一発でわかります。で、あともう一個さっきの音のことで、これかなりややこしいのが、レジノイドとビトっていうのは分かりやすいんですよ。でもマグネシアっていうのは、その砥石によって全然音が違くて、例えばさっきやったこの歯の黒膜ですね。この音。で、次、なにわさんから出てるこれ超セラっていうものなんですけど、この音。で、今回のこのマイドっていうこれもマグネシアのやつ。これちょっとレジンっぽいマグネシアなんですよ。だからこのちょっとマグネシアっていうのはかなりいろんな音があります。ちょっとね、この辺はややこしいですが、音の判断、水の判断、で、研いだ時の感触だったり、レジノイドっていうのは本当に柔らかい砥石なので、かなりわかりやすいです。では次、今回の動画っていうのはそのマグネシアにフォーカスしてお話しします。まずマグネシアの特徴っていうのは、水につける必要がない。そして固め。で、比較的目詰まりしにくくて滑走感よく研げる。ということで、まずメリットを言うと、この水につける必要がないっていうのは、これをね、かなり好んでる人はいます。すごく便利ですよね。そのビトリファイドっていうのは吸水時間が必要で、あらかじめ水につけないと研ぎ始めることができないのに、マグネシアっていうのはもう水かけたらもうすぐ研ぎ始めれるので、これっていうのはすごいメリットですよね。で、あと目の細かさ、そのビトリファイドと比べて傷が浅いんですよ。だからその傷感、仕上がりの見た目から、その研ぐ面の状態、その切り刃の状態ですね。研ぐ面の状態っていうのがすごく見えやすいです。だから凹凸がちゃんと消えたかどうかとか、その傷がね、前の番手から今の番手にちゃんと変わったかどうか、次の砥石に進むべきかどうかっていう判断がとてもしやすいです。だから僕はこのマグネシア製法の砥石っていうのはすごく重宝してます。では次、デメリット。これがね、結構なデメリットなんですよ。砥石が変質します。特に長時間水につけるっていうのはもう NG で、長時間水につけると砥石が軟化してもう品質が低下するって言われてます。その変質っていうのは、本当に急に柔らかくなって研げなくなったりとか、あとなんか形が歪んだりとか、そういったことがあるので、その砥石の管理、使い方っていうのはちょっと気を使います。で、あとデメリットというか、高価格帯のものが多いです。すごく高価なものが多いですね。で、その高価な理由とかもこれでわかると思うんですが、製造者側から見たマグネシア砥石の特徴としては、マグネシア砥石っていうのはその製造側にとって品質を安定させるのが難しい砥石です。その品質を安定させる難しさから、結構いろんな会社がこのマグネシア製法を挑戦したらしいんですけど、
ど、ほとんどの会社がそのマグネシアから撤退したそうです。で、あとこのマグネシア最初に言った通り、常温乾燥して作るって言ったじゃないですか。常温乾燥の時間、しっかり寝かさないと結合がまだ弱い状態。だからすぐには商品にできないみたいです。だからここで感づいた人はいると思うんですけど、そのシャプトンさんの歯の黒幕だったりとか、マグネシア製法の砥石って薄い砥石が多いんですよ。だからその理由っていうのはここにあって、厚く作っちゃうとその品質が安定しづらかったりとか、商品になるまで時間がかかったりとか、そういった理由があるから、10ミリとかそんくらいのマグネシア砥石が多いです。本当に薄いね、小さいマグネシア砥石とかでも最低3ヶ月は寝かせてるそうです。これ結構な時間ですよね。2センチとか3センチぐらいの厚いものになると、もう最低6ヶ月、半年ぐらいね、寝かせるそうです。これ聞いた時僕びっくりしました。はい、では次いきます。そのマグネシアの中でも、今回はシャプトンさんの歯の黒幕、そしてなにわさんの合剣新た、で、末広さんの毎度というものを試し研ぎしていきます。まず結論として、仕上がりの状態比較してみます。結構違うのがわかると思います。黒幕というのが白くね、全体がちょっと滲むような、霞むような感じ。で、新たというのが光沢があるような仕上がり。で、毎度というのはさらに光沢があるんですけど、そのダマスカスの感じが違ったりとか、ちょっとね、この毎度がクセ者なので、後ほどちょっとたっぷり紹介します。では、それぞれ研ぎ比べていきます。まず黒幕から、この歯の黒幕ってほんとロングセラー商品で、研ぎ好きはもちろん、結構料理人の方でもね、この歯の黒幕って商品は知ってる人多いと思います。で、この砥石はというと、世界で初めて粗さごと色分けされた砥石だそうです。すごいですよね。ただこの歯の黒幕だけについてなんですが、歯の黒幕ってほんと色の名前が書いてあるんです。ブルーとかオレンジとかメロンとか。それが砥石とかにもね、入ってます。なんですけど、重要な番手が記載されてないんですよ。番手はそのパッケージの表面上にしか書いてなくて、いざ開封してその砥石だけになった時に、番手が書いてないから分からなくなるんです。だから、あれこれ何番だっけってことがよくあって、それを分かるように油性ペンでね、もう自分で書いちゃったりするんですけど、なんでね、これをね、番手を書かなかったのかなってね、すごい疑問です。もう今からでも書いてほしいなって個人的には思います。で、さらに黒幕についてお話しします。以前の動画で、このゆうまさんというね、研ぎの動画があったんですが、この方も歯の黒幕はほんと愛用してて、天然砥石とかで綺麗に仕上げる一歩手前は必ず歯の黒幕の1000番、オレンジで仕上げると言ってましたよね。そのくらいそのマニアの中でも、この歯の黒幕っていうのはすごい商品です。で、ちなみに僕はというと、この歯の黒幕の1000番、1500、2000、この3つはめっちゃ好きです。この3つは超使ってますね。はい、なのでね、その砥石って買うとき、よくシリーズで集めた方がいいですかって質問来るんですよ。その気持ちめっちゃわかります。シリーズで集めたくなるんですね。粗砥石から仕上げ砥石まで。でも僕はそれあんまりおすすめしなくて、そのシリーズで集めたからって、その全てがその優秀、その順番に行けばいい感じになるってわけでもないんですね。そのシリーズのこの番手はすごくいいよね。でもこの番手はちょっと微妙だよねっていうのが本当にあるんですよ。それをね、見つけていくのがね、楽しいんですよね。はい。で、研ぎ感はっていうと、特徴としては、研磨力強いです。優しい力でも研げてくれるような、そんな感覚の砥石で、傷もね、浅めです。で、研ぎやすくて、鋼材も選ばないです。別にステンだろうが鋼だろうが、比較的何でも万能に研げるような砥石です。で、次、なにわさんの合剣新たいきます。新たもね、僕大好きなんですよ。新たはね、意外と知らない人多いんですけど、僕はすごい使っていただきたい商品で、特に僕はこの新たの400から1000番までは大好きです。めっちゃ使ってます。新たって400、600、800、1000ってあるんですよ。で、その中でも600番はかなり好きで、600番自体が珍しいんですね。あまり他のメーカーでもないです。使い道としては、粗砥石とほんと1000番ぐらいの中砥石の間として使えて、それを1個挟むだけでやっぱり効率よくというか、傷を順々に消していけるっていうので、この600番っていうのはすごくね、好きです。で、新たのいいとこはっていうと、さっきの黒幕もそうなんですが、鋼材を選ばずに万能に使えます、これも。で、特にメリットで挙げたいのが、そのマグネシアの特徴で挙げた、研ぐ面の状態が見えやすく、凹凸がね、ちゃんと消えたかどうか、傷がその番手の目に全部なったかどうかっていうね、その次の砥石に行くべきかどうかの判断がしやすいって言ったじゃないですか。それが特に分かりやすい砥石です。その判断砥石としてものすごい優秀です、この砥石は。ぜひね、使っていただきたいなっていうのはあります。で、その次に進むかどうかの判断っていうので、研ぎ方のコツを1個お伝えしたいんですが、その砥石を変えるごと、進むごとに、研ぎの角度を変えてみてください。研ぎの角度を変えるとどういういいことがあるかっていうと、その傷のね、方向が変わるんです。だからその傷の方向が全部その今研いでる方向に変わったら前の番手の傷が消えたってことですよね。だからその目を見て次の砥石に進むことができる。これはね、ぜひ試していただきたいです。ただこのやり方っていうのはその見えやすい砥石っていうのが大事で、特にこのマグネシア製法なんですけど、ビトリファイドっていうのは結構その白くね、さーって仕上がりやすい、濁りやすい砥石っていうのが多いので、そういう砥石を使う場合は本当に傷が見えないです。
だから次の砥石に進むタイミングっていうのが分かりにくいんですが、このマグネシアですね、特にこの新たとか使うとその判断としてすごく優秀です。では次、末広さんの毎度いきます。これがね特殊なんですよ。この中でも一番高級です。で、あまり知られてないです。結構知らない人多いと思います。この砥石はね、熟成された砥石で、15年以上寝かせた超引き締まったマグネシア砥石です。マグネシア砥石って最初に言った通り、常温乾燥して練り固めたもの。だから月日が経つごとに変わるんですよ。で、この毎度っていうのはもう締まりに締まったマグネシア砥石です。で、この毎度の研ぎ感について、これは研いでびっくりしたんですけど、ほんと唯一無二の研ぎ感と仕上がりの見た目をしてます。あと、鋼材をめっちゃ選んだ相性があります。研ぎ方との相性もあります。だからほんと好みは分かれそうで、好きな人はこれじゃないとダメってくらい多分めっちゃハマる人もいるだろうし、合わない人はとことん合わない。だからちょっと難しい砥石ではあるんですが、僕は大好きで、結論を言うとステンはもうこれです、本当に。特にね、V 筋がやばいです。V 筋めちゃくちゃ相性いいです。ぜひね、おすすめしたいのは、そのダマスカスの包丁、多層構造の包丁を使ってる人はね、この波を綺麗に見せたい人にはすっごい最高なものです。なので今回はその毎度っていう砥石をね、多くの人に知ってほしいっていうこともあって、今からその毎度を結構詳しく紹介していきます。ではまずパッケージからご覧いただきたいんですけど、ラインナップっていうのが1000番、6000番、1万番と3つの番手があります。で、それぞれ大と小、大きさの違いがあります。これ見てわかる通り、重さがね、倍近くあるんですよ。なので、値段の差もね、その分ありますよね。で、ここで注意点3つ。同じ砥石でも色の個体差があります。全然違うんですね。色ムラがあったりとか、色自体が全然違ってたりとか、表面見るとひびのようなものが入ってたりとか。これらっていうのはその長期の乾燥収縮に伴う逆反応で、砥石の性質には全く問題ないそうです。で、僕が実際使ったんですが、このひびだったりっていうのは全く当たらず、全く問題なかったです。で、次、注意点の2つ目。サイズ違い、大と小の違いとして、小はこのような黒いケースに入ってます。この黒いケースすごい便利で、そのままひっくり返せばね、砥石台として使えます。ただ、この砥石についてる黒いの、これ完全にくっついてるんですよ。これはこれでね、いいって人はいいと思うんですが、そのね、邪魔って人もいると思うんですよね。僕もよく砥石台付きってやつは全部ね、マイナスドライバーとかでひっぺがしたりしてるんですが、そういう人もいると思うんですよ。だから使用する側がね、そういう人の場合っていうのは取りたくなるんですが、力いっぱい僕頑張って取ろうとしたんですよ。なんですけど、がっちりついてて無理でしたね。で、最後の3つ目の注意点。これ付属品として小さい砥石が入ってます。これ汚れ落とし用ってあるんですけど、これをね、名倉としては使わない方がいいです。その泥を出すためにこれを使って、洗い流さずにこれ使ったりとかすると、これ500番の砥石なので、すごい傷が深いんですね。かなり傷つきます。なので本当にその汚れ落とし用、ちょっと目詰まりした時とか、軽くこするだけであって、これを研磨剤として使うのはおすすめしないです。はい、では次、1000番、6000番、1万番、番手ごと研ぎ感をお伝えします。まず1000番、硬さは硬めですね。マグネシア自体ね、硬めの砥石が多いですね。で、減りづらい、その平面維持力もすごい高いです。で、あと研ぎ始めは泥出しした方がいいですね。あんまり泥が出ないので、効率の良さが全く違います。で、次、鋼材ごとの相性について、これ完全に僕の感想なので、参考程度に聞いてください。まず、白煮の刺身っていうのが、地金の軟鉄はすごいよく削れます。ただ、鋼が削れないです。刃付けしてもほんと滑る感じ。全然研げてくれる感覚がしないです。帰りは出るので一応刃はつくような感じなんですが、ちょっとって感じですね。で、その仕上がり、毎度のすごい特徴なんですけど、ほんと1000番とは思えない仕上がりです。特にその光沢というか、ぼやーって濁りにくいんですね。だからピンポイントでその研ぎたい部分を研げたりっていうのがありました。特にこの白鋼の刺身っていうのはその地金がよく削れるんですけど、すごいね、そのしのぎをきれいに整えたりとか、その操作がめちゃくちゃしやすかったです。ただこれ見てわかる通り、刺身とかね、そういったひねりのある包丁、和包丁っていうのが、その硬さからちょっとムラになりやすいものですね。で、青鋼も研いでみたんですけど、青鋼は白鋼に比べて若干かかる。その刃付けした時にちょっと研げてる感覚があるんですが、やっぱりそこまで相性が良くないような印象です。で、次、銀酸。銀酸もね、これさっきステンはいいって言ったんですけど、銀酸もちょっといまいちでした。僕が研いだのが刺身包丁っていうのもあったかもしれないんですけど、そんなに気持ちよく研げなかったです。で、それらに比べて V 筋とかね、あとスーパーゴールドとか R2 って言われる粉末ハイス系、これらはすごく研ぎやすかったです。びっくりしました。しっかり噛んでくれます。本当に研げてるっていう感覚があります。中でもこの V 筋もしっかり刃付けできるし、その切り刃の部分ね、もしね、ダマスカスの包丁を使ってる方いたら、本当に綺麗に出ます。あとこれもですね、ZDP っていう、これも粉末ハイスの中でも、もう超硬いもの、超硬くて超研ぎづらいって言われてる ZDP189 っていうのも比較的に他の砥石に比べたらすごい研ぎやすいです。研ぎやすく感じるぐらい研ぎやすかったです。
では次6000番。この6000番、その1000番からしたら結構印象変わって、一応固めは固めなんですけど、その当たりはしっとりなんですよ。なので刺身包丁とか青包丁でもそんなにムラなく仕上がりました。で、その1000番とか次出てくる1万番に比べて、泥が出やすくて結構研ぎやすかったですね。で、刃付けについてですが、そのさっき言ったしっとりとした当たり、そのしっとりさもあって、刃付けっていうのはすごくしやすかったです。すごい硬い砥石って、刃付けするときに、その動かしにくいというか、なんかほんと滑ってるような感覚があったりするんですけど、この適度なしっとりさっていうのはね、そのしっかり刃付けをしてる感覚っていうのがありましたね。では次1万番。これはしっとりというよりちょっと硬めの砥石です。ただ比較的泥で安くて、他のメーカーの1万番のようなね、超仕上げ砥石の中でも研ぎやすい傾向にありました。ただこの1万番とかそれ以上の、そういった超仕上げ砥石になってくると、もうなんか研ぐっていうより磨いてる感覚、その出た泥を包丁と砥石の間で挟んで磨いてるような感覚、そんな感覚です。だからね、仕上げ砥石とかになってくると力加減とか水分量によって全く仕上がりの状態っていうのが変わってきます。ぜひね、この仕上がりっていうのをコントロールしながら楽しんでいただきたいです。で、この毎度1万番の仕上がりの見た目っていうのが本当に綺麗で、またこれも V 金のダマスカスがめちゃくちゃ綺麗なんですけど、鋼は本当よく光ります。で、地金の部分がうっすらと白いんですよ。うっすらと上品な白さです。他の砥石の1万番とかって全体が光っちゃうこともあるんですけど、この毎度1万番、力を入れすぎず優しく研ぐと地金はうっすら霞で、鋼はよく光るという仕上がりになります。ダマスカスは本当に綺麗に出ます。はい。ただね、この模様の出し方、結構ね、その研いだら模様が消えちゃってショックですとか、模様の出し方がわからないとかよくあるんですが、その砥石での模様の出し方で最も大事なものっていうのが土台作りなんですよ。ちゃんと中砥石ぐらいの番手でしっかりと土台を作る。ちゃんとそのエクボって言われる大体新品の包丁を購入したらちょっとねへこみがあったりするんですけど、そのエクボ消し、凹凸を消したりとか粗い傷をちゃんと消す。で、ちゃんとその番手で一回整地するんです。それをしてから進むっていうのがものすごい大事です。じゃないと綺麗に出るものも出ないので、仕上がりを気にする方っていうのはこの土台作りを徹底してください。ここで楽したらもう後から地獄を見ます。はい、ということで研ぎについては以上なんですが、この毎度聞いて分かった通り、万人受けはしないです。多くの人にこれいいよこれいいよって勧めれるかって言われたらちょっと迷うところです。その包丁の種類、鋼材の種類、研ぎ手とのね相性っていうのがかなり出るっていうのと、その本当なんだこれっていう、なんだこの砥石っていう人もいれば、めっちゃハマる人はめちゃくちゃいい砥石だなって評価する人もいるんです。だからちょっと難しい砥石なので初心者にはちょっとおすすめがたいですね。研ぎをねある程度もやってる方とか、模様をね綺麗に出したいとかそう思ってる方は、次の砥石としてちょっと新しい砥石試してみたいなって人はぜひ使っていただきたい砥石です。で、この毎度伝えなきゃいけないことが、なんとこれもう限定商品なんです。もう生産しないそうなんです。今ある在庫が最後みたいなんですよ。なので手に入れるならもう今ですね。今しかないんですが、この値段なかなかね簡単に手を出せるような砥石じゃないし、自分と相性がいいのかわからないまま買うっていうのもねちょっと難しい話なので、なんとここでですね、僕毎月このようなイベントをやってます。これは僕の包丁だったり砥石っていうのを持ってって皆さんにね使っていただいてるようなイベントなんですけど、このイベントで今回紹介したこの毎度を持っていきます。なので気になる方はぜひ参加してください。お待ちしております。はい。では最後、このマグネシア製法の砥石を使うポイントとして最後ちょっとだけおさらいして終わります。まず一番大事なこと、それが水に長時間つけないことです。ずっとつけてるとほんと変質して品質低下っていうことが起こるので、水のつけっぱなしは注意してください。で、あとこのマグネシア砥石を使う際は泥出しをすることをお勧めします。マグネシア砥石、僕いろんなマグネシア試したんですけど、基本的に泥出ししないとそのほんと軌道に乗るのがすごい遅いんですよ。ものによっては本当に泥が全然出ないようなものもあるので、あらかじめ泥出しをしてから研ぐっていうのをお勧めしたいです。だからその泥出し用の道具としてすごくおすすめなのがこの検証ダイヤ、藤原さんが出してるこの検証ダイヤですね。これは泥出し用でも修正砥石用でもめちゃくちゃ優秀な電着ダイヤなので、1個持ってたらもう損はないです。で、あともう1個、泥だけ手っ取り早く早く出したいって人はアトマっていう商品の4分の1のものがあるんですね。それは本当片手でね簡単に泥が出るようなものなので、これもねぜひ使っていただけたらなと思います。で、この泥出しする時とか修正する時とかの注意点として、その目を慣らす修正砥石によって全然仕上がりとかも変わってくるので、ぜひその注意点ですね、それはこの動画をご覧ください。はい、では以上終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。